今回は早稲田大学 MBA のエリカちゃんが来てくれました。2020年9月に WBS を卒業しました。食品専門商社に勤務しておりまして、貿易部門と国内マーケティング部門を経て、今は経営企画部門で働いております。早稲田大学 MBA ってどんな学校なのか具体的に教えてくれるかな？正式名称は早稲田大学大学院経営管理研究科、通称は早稲田大学ビジネススクール WBS と呼ばれています。2016年4月に大学院商学研究科ビジネス専攻と大学院ファイナンス研究科が統合しました。人数は入学定員は255人、2学年で510人、夜間種が140人、全日制が115人となっていて、とても人数の多い学校になっております。510名ってかなり多いですよね。青学の2倍ですね。男女比率はどれぐらいなんですか？そうですね、男女比率は7対3で女性の方が少ないんですけれども、その少なさを感じないぐらいの女性もパワフルな人が多いっていう感じがしてます。 ABS もかなりパワフルな人多いです。パワフルな女性が多いですよね。500人ぐらいいるとなかなか2年通して喋らないっていう人もいたりする。確かにいるかもしれないです。それ以上にグループワークをした仲間とのつながりってものすごく強くなるので、ボランティアで新しい事業を準備したりとか、グループワークから生まれた人とのつながりもすごく、ありますね。一緒に起業したりする人たちもいます。すごい。やっぱりそのアカデミックなナレッジだけじゃなくてアクションにつなげていくっていう、その実践とアカデミックのハイブリッドしたアクショナブルナレッジっていう風に早稲田大学は言ってるんですけれども、そういうところは先生も生徒も大切にしてる人は多かったかなと思います。結構そうやってグループワークを実際にビジネス化してる人たち多いんですか？そうですね、私の感覚だと100人いたら20人ぐらいはしてるんじゃないかなっていう感じはしますね。すごい。それが実際ね、成果をするか失敗するかはまた別な話ですけれども、実際に身近でスタートされてる方はどんなビジネスをされてますか？そうですね、例えば食品業界系の知識を持って食の多様性のある社会を実現したいっていうことで、ビーガンの方たちをターゲットにした商品の開発だったりを進めているチームがあったりとか、就活お墓の事業で移動できるお墓を提供しようっていうお墓ビジネスをやってる方いらっしゃったりとか、実際に会社を立ててやるんですか？の人もいるし、ある程度ボランティアですね、プロボノっていうんですけど、自分の本業を持ちながらボランティアとして新規事業を準備して、でうまくいきそうだったらそちらにシフトするとか、いろんなやり方があるかなっていう。WBS の学費は372万円。372万円は全日制昼間のコースの方たちの金額なんですけれども、夜間種夜だけの社会人の方たちが行くコースなんですけれども、そちらは340万円ぐらいで、あとは1年生総合っていう1年間に凝縮して集中して終わらせるコースもありまして、そちら300万円ぐらいの値段になっていました。1年で集中して終わるっていうコースがあるんですか？そうなんです、そうなんです。その時のそのタイムスケジュールってどんな感じなんですか？1年生総合は昼間も合わせてなので、1日の中で授業が2つだったり3つだったりっていうのを月曜日から土曜日までみっちりやっていくコースになってます。1年で終わるってね、ちょっとガーッと詰め込みとしてはいいですよね。そうですね、集中できるというか、集中して、なので会社を辞めて来られる方とかもいらっしゃいます。私は夜間種プロマネジメント選手っていうコースだったんですけれどもなんかかっこいいその夜間種のコースだとだいたい何時から何時？夜間種のコースだと夜の6時50分から夜の10時、3時間ですね。だいたい3時間が平日で、あとは土曜日は朝の9時から夜の8時ぐらいまでみっちりとなります。WBS に入ろうと思ったきっかけとかはあるんですか？きっかけはですね、私食品専門商社に勤めているんですけれども、国内マーケティングの仕事を8年間やっていました。自分の中でも仕事をもう一レベル高いところからもうちょっと学んでみたいなっていう気持ちが強くなってきた時期があって、その時に今までやってきたマーケティングっていうものを体系的に学び直したいなという時期がありました。実際にお仕事と、で
WBS の両立はどうでした？ぶっちゃけ大変でした大変だったんですけど、毎日が充実していたっていうことは間違いなくて、学部の時の4年間はあまり勉強してなかったんですけど、それ以上にすごく勉強したし、それだけ得られるものも多かったなっていう感じはします。私気になってたんですけど、 WBS のその入試形態ってどういったものがあるんですか？入試形態は書類選考と小論文と、あとは二次面接。書類選考は自分の経歴と、あと何を学びたいかと、あと学んだことをどう実務に生かしたいかっていうようなことを書いて書類選考で出しました。小論文の内容はどういった内容が出るんですか？時事問題に関連した経済的な内容のものもあったりするんですけれども、2017年の秋に受けたんですけども、その時はピザ屋の問題でしたピザ屋の店主が寝坊してしまって朝11時に起きましたと。で、材料はこれとこれとこれがあります。で、どれをどういう順番でどれだけ作ったら利益が最大化するでしょうみたいな、そんな感じの問題になったような気がしますなので自分の中でもすごい意外な問題が出たので、驚きながらその場でもう何書いたか覚えてないんですけど、計算もいるような問題でした。計算もさせられるんですね。そうですね。で、そこから二次面接。そうですね、二次面接。どういった後聞かれるんですか？二次面接は3人の教授と3対1でやったんですけども、働きながら学校に通うので職場は大丈夫なんですかとか、あとは入ってやりたいこと、学びたいこと。面接はもう意思確認。そうですね、そうですね。意思確認。そしてエリカちゃんは在学中に半年間ボストンのビジネススクールに交換留学をしてたということなんですけども、留学というのは私の中でWBS に入ってすぐはなかったんですけど、学び続けるうちに自分の中でずっとグローバルな環境で仕事をしていきたいっていうのがあったので行くことにしました。WBS に在学中に留学ができるということですか？早稲田大学が提携している大学が世界中にあるので、その中から自分の行きたい大学を選んで行ける条件が整えば行けるっていう。その留学の時の費用ってどうなるんですか？交換留学の場合は提携校との交換なので、早稲田大学に払っている学費で半年間その海外の大学に行けるっていう。じゃあ先ほどあった372万円だったらその中から行けるということですか？そうです。それはいいですね。はい、そうなんです。海外の大学ってとても高いので、それだけでもお得な感じがしましたね。WBS の時の日本での MBA の生活とボストンで送った MBA の生活ってどっちが大変でしたか？ WBS だと夜間のコースだったので夜しか授業がなかったんですけれども、アメリカに行ったら一日中大学のことだったので、それが一つ違うなっていうのと、あとは課題の量が半端なく多いっていうのがあって、読んでくる本の厚みとかこんなで1冊5万ぐらいするんですよ5万円ぐらいのその教科書の何ページから何ページを読んでこいっていうのが毎回必ずあって、ね、早稲田大学の入山先生の著書もこんな分厚い本ありますよね。ありますね、ありますねあれに匹敵するぐらいの匹敵する分厚さですねその夜間と、日中のコースっていう違いもあるかもしれないんですけど、そこに英語っていうのが入ってくるので、またちょっと大変さはあったかなっていう感じです。私が行ってたのはブランダイスインターナショナルビジネススクールっていう学校なんですけれども、アメリカだけじゃなくて全体の9割が留学生なんですね。なので中国人だったりアフリカから来てる人もいれば、ヨーロッパから来てる人もいれば、本当に世界中、イスラエルからとかいろんな国から人が来てるので、発言が日本人にはない奇想天外な発言が普通に出てくるっていうかそんなエリカちゃんなんですけれども、帰国後に提出した論文でベストペーパー賞を受賞されたそうです。すごい。どういうテーマなんですか？日本マーケティング学会のマーケティングカンファレンス2020でベストオーラルペーパー賞を受賞しました。内容はプロ野球ファンのロイヤルティ形成の構造を分析しました。わかりやすく言うと、カープのファンとベイスターズのファンと巨人のファンが試合観戦の時のファンが規定しているものがそれぞれのチームで全く違っていて、また応援に行きたいと
かいうようなロイヤリティにどのように影響しているのかっていうのを研究しました。比較した時になんかそれぞれの球団のファンの特徴ってなんか出たのかな？広島カープのファンは応援グッズを着て応援するっていうファン同士の一体感と、それを通した自己表現、自己実現っていうのが広島のカープのファンを大事にしていたし、横浜ベイスターズのファンは球団ボールパークに家族やお友達と一緒に行くっていう総合的な試合観戦の満足度、ジャイアンツのファンは試合のクオリティ、勝つっていうことが一番重要だっていうのが違いが鮮明にすごい出てきて、で広島カープのファンは勝つとか負けるとかその試合の勝敗に関係なくロイヤリティが高いっていう結果が出ました。それが割と大きな違いだったかもしれません。でもさ、そもそもなんでプロ野球をテーマにしたの？そうですね、私は本業が食品の専門商社なんですけれども、卒業論文を書くにあたって自分のだけの関心事だけじゃなくて社会の関心事と、あとは学会のアカデミックな関心事の3つが重なるテーマを書きたいなっていうのをずっと思っていて、どうやったらロイヤリティの強いお客さんを作ることができるかっていうのが私の根源的な問題意識でした。ちなみに野球ファンだったりしたのかな？そうですね、私も実は広島出身で自分と自分の家族もみんなカープファンでした。あとスポーツビジネスも割と今後政府が伸ばしていきたい領域の一つになっているので、社会的な関心も強いのかなと思ってスポーツビジネスをテーマに選びました。このベストペーパー賞を受賞されたその論文は見れるんですか？そうですね、マーケティング学会っていう学会がありまして、その会になれるとマーケティングレビューが来年に発行されるんですけども、それに掲載される予定になって、じゃあこれから掲載されるということですね。はい、楽しみ。さて次回はサービスマーケティング、中でも顧客満足に特化してお届けいたします。番組コラボの EC サイトが立ち上がりました。番組をご覧の皆さんだけ会員価格で購入できます。まずは会員登録して1000円オフ券をゲットしてね。2021年もよろしくお願いします。バイバイ。